おとなしいおとなしなんですか？マジっすか？マジでおってないですか？今は声までミュートされてます。マジっすか？今大丈夫。今声は大丈夫。これは入ってますか？音小さいけど入ってます。音小さいけど入ってるんですか？はい。なんででしょう？ちょっと待ってくださいね。うん。ちょっと待ってくださいね。これ何度も確認してるんだけどな。ちょっと待ってくださいね。レベル調整だと思うんだよね。ちょっと待ってくださいね。すいません、なんか事故みたいになっちゃってごめんなさい。えーっと、BGM は聞こえたけど、かなりレベルが低かったってことですね。なるほど。ちょっとお待ちくださいよ。お待ちくださいよ。はい。これは多分、えーっと、どういうことなんだろう。ごめんなさい。画面を変えないといけないですよね、とりあえずね。うん。ごめんなさい。ごめんなさいね。えーっちょっと待ってくださいよ。画面変わりましたね。この音楽は鳴ってますかね？なってないですね。鳴ってないんですか？なってない。うん。パソコンは難しい。何度か確認したんですけどね。ちょっと待ってくださいね。はいはい。音聞こえますか？ BGM 大丈夫ですか？ BGM は聞こ大丈夫ですか？えない。聞こえてますね。はい。で、俺の声、俺の声、なんででしょうね。放送しますか？すいません、BGM は僕は確認できないです。できないですか？はい。今鳴ってるんでしょ？今ね、大きめになってます。全然聞こえないです。ちょっと聞こえるわ。ちょっと目いっぱいにしちゃってるぐらいなんでまずいかなぐらいなんですけど。ちょっとちっちゃくしないと俺が喋れない。じゃじゃん。はい。声が例えば5だとしたら BGM は1ですね。マジっすか？はい。なんかの設定がおかしいんですかね、やっぱりそうすると。だってシトラスは各語り機でしょ？今流れてるそう、のは。あのね、これね、次回も使うつもりなんですよ。だって彼だから。名前はないですけど、彼だから。シトラスは各語り機を。あの人、あれじゃないですか。ニーチェなんでってことですよ。これニーチェじゃないですか。まあ。はい。どうしよう。音の確認がね、俺がちょっと取れないんですよ。パソコン2台あるんですけど、うん。なんですかね。つなげてないので、音の、もう一台の方が音出るようにしてないんですよね。はい。大丈夫かどうかが分かんないんですけど、スマホだとベールの声が3で BGM が7って書いてあるね。で、僕のスマホだとはい。ベールの声が7で BGM が3なんですよ。逆になってるんだけど。そうか。そうすると、うん。俺もスマホあるのに、スマホの使い方がよく分かんないから使えない。ごめんなさい。
とりあえず挨拶します。ハロージャパンで、後で動画かけたときに、おかしかったら、なんですか、音、なんですか、結構大きめだと思うんで、それだけ聞こえないようだったら、ちょっともう一回やり直すかもしれないですけど、そこまでちょっとやりましょう。はい。はい。まあ、とりあえずやりましょう。ね。はい。で、はいハロージャパン、ヘクトパスカルエンドジャーベイルです。ヘクトパスカルです。違う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 。皆さん、台風大丈夫でしたか？はい。りゅうちゃんこんばんはですよ。はい。ニールさん、こんばんは大丈夫ですか？はい。大丈夫、大丈夫。はい。もう言葉を失っているので、挨拶しなかったらすみませんでしたね。ヘクトパスカルが面白いっていうのがね、分かる人は分かるんですよ、これ。でですね、前回もキューブリックをやりましたが、今回もキューブリックでその代表作、というか、20世紀を代表する映画といえば2001年宇宙の旅。で、前回ご紹介した博士の異常な愛情は、白黒映画でしたが、この映画で、その博士の異常な愛情で成功して、いよいよ時代的にね、こう、カラーでの映画、2001年宇宙の旅。そういう時代背景なんですよ、1968年。はい。はいはい。でですね、これ聞こえるのかな？聞こえるのかな？ちょっと今音入ってたんですけど、それにもかかわらず、今見ても今見ても色あせないこれ映画なんですけど、現代の人から見るとちょっとスピード感が足りないのかもしれないですね。キューブリックの作品はアート的要素も多いので、ということです。で、こちらの年表、1968年4月に2001年宇宙の旅が公開されますが、その翌年の1969年7月、アポロ11号が人類初の月面着陸に成功します。ここ重要なんですよ。で、アポロの月面着陸の前に2001年宇宙の旅で月面に行っちゃう、このあたりが後に陰謀論になっちゃうとはみたいなことなんですけど、で当時の関係者もそう思ったんでしょうかねっていうことでしょうね。はい。で後に NASA だけがこれやってることなので、アポロ計画って NASA だけがやってることなので、当然事前に陰謀論が起こることは予想されてたみたいですが、要は一方通行の情報でしかないので、はい。そういうことなんですけど、でも2001年そこ行っちゃうのっていうことじゃないですか。はい。ちなみにですね、デビッド・ボーイのね、さっきのあれはですね、IS っていうか国際宇宙ステーションから飛行士の方が歌ってた何ですか、歌ってたんですけど、デビッド・ボーイのね、スペース・オーディティっていう曲なんですけど、はい。アポロ11号の打ち上げ5日前に発売されました、この曲ね。アポロのために作った曲みたいなね。はい。で、曲の内容は、宇宙飛行士トム少佐が宇宙に行く話です。はい。では、動画に行きましょう。いよいよ、聞こえるでしょうかみたいなことですけど、はい。はいはい。Stunts, an obsessed beetle, and a game-changing mission to Mars. This is the incredible story of 2001: A Space Odyssey. Throughout his career, Stanley Kubrick clearly enjoyed adapting novels into movies. He drew on source material ranging from pop fiction, such as Stephen King's The Shining, to more serious literary fare, like Vladimir Nabokov's Lolita. Like many of Kubrick's other works, 2001 is based on a book. Unlike the other adaptations, however, the novelization of 2001 was written alongside the film's production. Inspired to write a movie about space travel and all its possibilities, Kubrick decided to work with the legendary sci-fi author Arthur C. Clarke. The two men agreed to work together on a story which Clarke would turn into a novel while Kubrick made it into a movie. While both Clarke and Kubrick were creative geniuses in their own right, they had a hard time actually finishing the film's official screenplay. According to a 1966 New Yorker profile on the making of 2001, Kubrick estimated that he and Clarke spent an average of 4 hours a day, 6 days a week writing the script. However, the film's release was delayed until 1968, as some of the plot's finer details had to be worked out on set. Whether or not there was a definitive method to their madness, Kubrick, Clarke and company wound up with one of cinema's most enduring sci-fi stories.
The narrative thrust behind 2001 is the idea that sooner or later, humans are going to have a close encounter of the third kind. It was a timely concept to explore, as during the movie's early production stages in 1964, a NASA space probe named the Mariner 4 was on its way past Mars. Kubrick was so confident the discovery of extraterrestrial life was imminent, he began to fret that NASA would encounter something on the Red Planet before his movie was finished. Worried at the possibility of losing creative license on a story about NASA pilots meeting alien intelligence in deep space, Kubrick decided to check if he could take out an insurance policy on his own story. Somehow, Kubrick actually found a company that would offer him insurance, and so he bought the policy despite its galactic price tag. While the human race is apparently yet to meet extraterrestrials, it's safe to say that Kubrick was most definitely a believer. He followed that success with a black comedy about the existential threat born from the nuclear arms race, Dr. Strangelove. The nihilist classic is a hilarious yet devastating satire that's often imitated but has never been truly matched. Gentlemen, you can't fight in here. This is the war room. Kubrick had been inspired to make Dr. Strangelove after researching nuclear defense policies and taking them to their logical extremes. In his 1966 New Yorker profile on Kubrick, Jeremy Bernstein quotes the director as saying, "The nuclear strategists who make up all those war scenarios are never as inventive as reality, and political and military leaders are never as sophisticated as they think they are." Bleak stuff for sure, but it's entirely in line with the central thesis of Dr. Strangelove. However, Bernstein argued that Kubrick found what he referred to as limited optimism in the space race. Kubrick apparently felt that the opportunities presented by space exploration and alien contact just might save the human species from itself. His belief in the power of space exploration is all over 2001. From its beautiful soundtrack to its depiction of man's divorce from earthbound technology, Kubrick clearly thought that mankind's ventures into space were full of potential. Depicting the future on screen is no easy feat. In order to create a future audiences may find plausible, Kubrick formed a think tank consisting of 35 artists and designers, a special effects team more than 20 strong, and several consulting scientific advisors. This platoon of forward thinkers worked to ensure the designs of everything felt futuristic in a believable way. By most accounts, it's fair to say they succeeded. The film's aesthetic is stunning, and some of the choices made by Kubrick and his design crew are still popular to this day. Take, for example, the movie's use of Arne Jacobsen's flatware, a brand made famous by この、ですね、この映画で出てくる、この時代の宇宙食はですね、映画というか、この時代の宇宙食は主に離乳食プラスちょっと固形みたいな感じで考えられています。で、この映画のために NASA が開発した食べ物を提供しています。で、まあ、NASA の科学者が他にもアドバイスはこれ映画のためにしてるんですが、あとこの映画に出てくるコンピューター類の説明やね、この、設定や、画面やデザインなどは IBM が当初は全面協力していて、IBM のロゴもベタベタ入ってたんですが、映画には。ですね、制作が進むにつれ、どうもそのね、IBM が担当していた、HAL 9000っていうね、このコンピューターがですね、宇宙船の乗組員たちを次々殺していく話らしいと。ね、途中でわかると、IBM は、撤収、ロゴも剥がしてってなったらしいんですよ。で、キューブリックたちは、ね、IBM が怒ってて、訴えられるのを恐れて、なのかね。当初はこれ、否定してたんですが、HAL 9000の HAL、この HAL っていうのは、IBM の1文字ずらしです。はい。アルファベットのね、文字順。H の前は I でしょ？B の前は A でしょっていうことですよ。はい。で、春なんですよ。はい。じゃあ続きいきましょう。はい。これかな。2001 that is still bought and sold today. Clearly, Kubrick's attention to detail paid dividends. While many filmgoers may not remember a full detailed play-by-play of the movie's sprawling plot, they'll likely remember the innovative aesthetic Kubrick curated to bring his vision to life.
One of the most iconic designs in 2001 is the Discovery 1, the NASA exploratory vessel headed to Jupiter in search of an alien radio signal. In the film, Kubrick handles the spacecraft's introduction with a level of care usually reserved for human protagonists. Its grand design fills the screen as it drifts slowly into frame. Then the movie shows off the ship's distinctive interior, a centrifuge decorated with beds, workstations, a dining table, computers, and more. Kubrick and his advisors felt that long voyages through space would require artificial gravity to keep astronauts healthy. Many, including Kubrick, also agreed that gravity could be easily created in space with the aid of a centrifuge. So the director hired an engineering company to build one. Inside the giant centrifuge, the technology of spaceflight is seen at close range. The finished product could spin up to 3 miles an hour, cost $300,000, and came in at about 38 feet in diameter. The end result is not only one of the most innovative sets ever designed, but a wonderful symbol for Kubrick's ultimate vision. Like 2001 itself, the centrifuge set is large, expensive, and very hard to forget. In one of the film's most thrilling sequences, Dave Bowman finds himself locked outside of the Discovery 1 in a small maintenance pod. Bowman considers leaving his pod, spacewalking to the main ship, and climbing back inside, but he doesn't have his helmet. To get back into the ship without suffocating in space, Bowman fires himself through the pod's escape hatch into an open airlock. It's an ingenious scene that only runs about 90 seconds in total. In fact, the shot of Bowman launching into the open airlock is even shorter, but that single shot was extremely dangerous. Actor Keir Dullea had to dive headfirst through breakaway boards from a platform 2 stories above the airlock set, falling down toward an upward-tilted camera to convincingly create the illusion that he was launching through weightless space. For safety, he was secured with a single rope connected to a pulley. An enormous film camera was positioned at the bottom of the airlock set to capture the image in a single take. If something had gone wrong, Dullea would have crashed directly into the camera and likely been killed in the process. Dullea later told Vanity Fair, "I think that was the only time on 2001 I got something on the first take. Thank God." The Dawn of Man sequence that kicks off 2001 may be one of the boldest openings ever depicted in a science fiction movie. In a wordless 10-minute sequence, Kubrick and company recreate primordial Earth to present the concept of extraterrestrial beings jump-starting the evolution from ape to human. Famously, the end of the sequence sees an ape tossing a bone into the air, which slowly transforms into a satellite orbiting Earth. Kubrick originally tried to film the sequence on location in Africa, but eventually wound up creating the set in a soundstage in Britain with a technique known as front projection. The burgeoning camera system allowed creatives to project photographic vistas directly into their shot. However, new cameras weren't the only trick up Kubrick's sleeve. The design team were also tasked with designing costumes for the apes. Despite their best efforts, the sequence went largely ignored come award season. Somewhat ironically, the best costume design Oscar went to Planet of the Apes. Damn you! God damn you all to hell! While 2001 became the biggest box office earner of the year when it was released in 1968, MGM took quite a leap of faith when they originally decided to back Kubrick's project. Kubrick first sent MGM Arthur Clarke's 250-page draft narrative rather than a finished screenplay, and yet studio president Robert O'Brien still agreed to back the filmmaker's vision. Given the film's many delays, it's safe to assume O'Brien's confidence may have been tested along the way. MGM's original press release for the film claimed that 2001 was to be ready for release by 1966. The movie was delayed until 1968, and in '66, the movie's budget increased from $6 million to $7 million. In the end, the film cost MGM around $10 million, almost double its initial budget. Even though the film eventually found success over the course of its release year, the saga concluded with a shareholder revolt. According to the New York Times, MGM was also making another expensive film, Dr. Zhivago, around the same time. With the company facing such a financially uncertain future, O'Brien wound up resigning as president in 1969. Even though 2001 is widely regarded as a stone-cold classic today, initial reactions from movie critics were not particularly kind. Legendary movie critic Pauline Kael said the film was ponderous and blurry in her review for Harper's.
In the New York Times, critic Renata Adler said the movie's uncompromising slowness rendered the film hard to sit through without talking. Well, I don't think there is any question about it. It can only be attributable to human error. Kubrick was clearly bothered by the early negative press. In a 1968 interview with Playboy, the director expressed his annoyance, insisting that only New York had really been hostile to the movie. He went on to blame the sensibilities of a cohort he referred to as New York City's lumpen literati for their own aversion to his movie's sincere expression of grandeur and cosmic wonder. While 2001 certainly marches to its own deliberate pace, it's safe to say that the movie has aged much better than its initial reviews. Today, for example, it holds a top 20 spot on the American Film Institute's 100 Greatest American Films of All Time list. 2001 may not have been an immediate hit with the critics, but it very quickly gained cult status with hippies. In fact, the movie was so popular with pillars of the 60s counterculture community that the New Yorker's 50th anniversary retrospective argues that it may have been a hippie audience that saved the film from obscurity. Supposedly, fans of the film consumed psychedelic drugs in sync with Dave Bowman's trip through the colorful, chaotic wormhole at the climax of the film. MGM's marketing gurus eventually got wind of the phenomenon and added a new tagline to posters, "The Ultimate Trip." But word of mouth and ultimate trips weren't the only thing bolstering the film's popularity. It also received endorsement from rock legends such as David Bowie and John Lennon. Lennon specifically liked it so much that he claimed to have seen it every week during its initial theatrical run. 2001 didn't just inspire a generation of filmgoers to look up to the stars and wonder about the future. It also inspired tons of today's best filmmakers. For the movie's 50th anniversary, IndieWire collected thoughts from a collection of famous filmmakers on Kubrick's master entry to the sci-fi canon. The list featured praise from directors including Steven Spielberg, Claire Denis, Christopher Nolan, James Cameron, George Lucas, Ridley Scott, and Alfonso Cuarón. Film fans may not be particularly surprised by this collection of acolytes, as Kubrick's lasting impact on the industry cannot be undersold. However, the impact of 2001 lives on outside of the elite of blockbuster filmmakers. A 50th anniversary retrospective in Vulture credits the film for opening up possibilities for headier, more complex sci-fi in the indie realm. On top of that, any sci-fi movie about nefarious artificial intelligence made since 1968 owes a serious debt to the original murderous computer, HAL 9000. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Clearly, Kubrick went on an odyssey of his own to get 2001 made and perfect his vision. In the end, though, he introduced audiences to whole new cosmic possibilities at the movies and beyond. はい、終わりました。最初は否定的だったんだってことですね。りゅうちゃんね。みたいですよ。はい。ですね。ではこの映画のこのね、原作なのか脚本なのか、これアーサー・シー・クラークさんなんですが、このね、写真の方ね。豊富な科学的知識を持った高 IQ 者であり、仏教思想を含む SF 小説の巨匠として有名です。また科学分野からも認められる作家でもあります。そのアーサー・シー・クラークさんの最高傑作と言われるのは幼年期の終わりですが、最も有名なのは2001年宇宙の旅です。当然映画の影響ですけど、はい。でですね、2001年宇宙の旅、原作というより共著者と言えばいいのか、まずキューブリックが現実的な SF を撮りたいということで、脚本家を探しており、当時スリランカに住んでいた SF 作家として有名なアーサー・シー・クラークを紹介されます。彼がスリランカに住んでた理由で最も有力なのが、スリランカの法律がゲイの人に対して寛容だったからみたいです。で、1964年にカリフォルニアでキューブリックとアーサーが会って、お互いがアイデアを出し合いという、そういう見方も正しいし、キューブリック主導のもとでアーサーがアイデアを出してっていうのも正しいのかな。で、キューブリックが題名を2001年宇宙の旅に決め、脚本の草案が1964年の末に出来上がり、
この草案をもとに1965年初頭に$600万の予算で映画制作が決定します。映画公開予定は1966年で、小説を先立って前年の1965年に発売する予定でした。はい、もちろん予定通りにはこれ言ってません。映画の公開は1968年に延長され、予算もほぼ倍額の$1000万に膨らんでいます。今と貨幣価値がね、ちょっと違うので、かなりのこれ大金ですよ。はい。で、2001年宇宙の旅の小説版は映画公開後に発売されました。映画公開後です。しかも小説版は内容にこれ違いがあります。5なのにね、違うってねっていうね。はい。大きな違いは、小説版では土星に行くところを映画では、木星に行きます。はい。アーサー・シー・クラーク曰く、キューブリックは脚本や脚本家を軽視しており、何度も脚本の変更を余儀なくされたというようなことを言っています。で、アーサー・シー・クラークは公開された映画を見て泣いたそうですよ。なぜなら、映画の撮影時には作っていたね、この映画のこの説明テロップとか、映画内の会話の多くが、実際に見たら、カットされているからです。キューブリックとしては、極力説明と会話を省き、芸術性を持たせているわけなんですが、はい。ですので、今回キューブリックの2001年宇宙の旅の内容説明は、受け取り方がね、いろいろできちゃってるわけなんで、キューブリックさんがそういう説明とか会話を省いちゃったので、今回は内容説明を省かせていただきますが、もし知りたい方は映画見てもらうなり、なんですか、内容はこうですよっていう動画は他の方がやってらっしゃるので、それで見ていただければみたいなことですけど、でもですね、アーサー・シー・クラークさんにしたら急にあれですよ、カットされちゃうんで、突然聞いてないよ、原作脚本家としてはこれたまったもんじゃないってことですよね。しかもアーサー・シー・クラークは高 IQ で理論派なのに、説明したい派なのにってことですよ。はい。なのでアーサー・シー・クラークはその後に2001年宇宙の旅は本当はこうしたかったんだみたいな本を発売してますし、シリーズとして2010年宇宙の旅、2061年宇宙の旅、3001年宇宙の旅という小説を発売してますし、この2010年はね、映画化もされてて、これ見るとわかるんですが、2001年が消化不良だったんですねっていうね、そういう感じがすごいことになってます。はい。キューブリックによって人生を狂わされたアーサー・シー・クラークという感じで、で、これは映画音楽、このね、2001年の映画音楽もね、似たようなことでして、キューブリックは映画のね、サウンドトラックを人に依頼しておいて、映画の試写会でね、その依頼を受けた人が、どうやらね、自分の音楽が全部カットされて、クラシック音楽にね、全部差し替えられていることを、その試写会で知ります。大激怒ですよ。はい。そうだな、キューブリックはむちゃくちゃなんですよ。お前なんかと二度と仕事するかボケってことなんですけど。ちなみにですね、ちなみにね、シャイニング、かの有名なホラー小説の、巨匠、これスティーブン・キングのね、原作のシャイニングっていう映画なんですけど、これでもね、キューブリックは原作者、この映画でもキューブリックが原作者を怒らせて、スティーブン・キングは自分が監督したバージョンのシャイニングを作ったぐらいです。本当キューブリックにね、関わる人生が狂うなっていうことですけど。はい。じゃあ、無理だよ。面白すぎますよね。そうカットして泣かせた。じゃあ次行きましょう。はい。Stanley Kubrick's 2001 A Space Odyssey is nothing if not visually stunning. The film owes its aesthetic appeal to Kubrick's visionary directing style, but it also owes several of its most iconic scenes to a few feats of engineering. Think of 2001, and most likely this scene springs to mind.
It's a stunning sequence, and it surely felt so when the movie premiered in April 1968, 3 months before Neil Armstrong landed on the moon, and decades before computer graphics would be able to simulate the same effect. Kubrick commissioned British airplane manufacturer Vickers Armstrong to build a centrifuge that measured about 36 feet in diameter and cost $750,000. He filmed the Discovery's living quarters scenes in the centrifuge, and staff on set recall actors having to hit specific marks or else they might fall over mid-scene as the set continued to spin. Despite its high cost, the technique was used in a few films in the years that followed, and even in a music video. Majestic shots of spaceships are another signature of 2001. But some of the scenes were conceptually difficult to film. Kubrick had to figure out how precise spacecraft movements could be made for a master shot and then recreated for additional shots the scene needed. 2001 was a pioneer of using motion control こ for のあれですね、二重のやつはフォン・ブラウンさんですね。はい。フォン・ブラウンの宇宙ステーションがモデルです。それを二重にした感じですね。はい。complex scenes like these. Mechanical rigs automated the camera and ships so the shots could be repeated and different angles could be used in the edit. It also allowed for some extra surprising scenes. CGI has meant that fewer films use the technique nowadays, but there's one obvious beneficiary of 2001's early experiments. Learning the lessons of motion control also enabled one of the film's most impressive scenes. And it also involved a Hitchcock film from a decade earlier. Animator John Whitney invented the slit scan technique for the title sequence of Hitchcock's classic, and he sent a few test samples to Kubrick, whose special effects supervisor Douglas Trumbull adapted the technique for 2001. To achieve the technique, filmmakers focused the camera on a narrow slit. ちょっと、ダグラス・トランブルさんの、説明をしましょうかね。ダグラス・トランブルさん、この方は少し NASA と関係があるんですが、実はね、ちょいと以前に、ボンボン育ちのYouTuber の方がいまして、昔、ですね、おいらの家にダグラス・トランブルが来た。まあそうらしい人の写真があるというだけで、まあそこも怪しいんですけど、おいらの大学の卒論が NASA に認められた。というね、虚言癖の YouTuber がいまして、どの大学の卒論ですか調べますけど、となって、リスナーさんがね。で、何度かその大学まで調べに行った人がいるのに、調べてないとなって、どうやらないぞと。で、その YouTuber はこうね、なかったのに謝罪もなく、論文は家にあるんだよと言い出して、まあ家にあるわけないんですけど、論文なんでね、卒論なんでね。で、あるなら出せよって話になって、そうしたら、ダグラス・トランブルがオイラの論文を認めて NASA に持って行ったんだよ。だから NASA に論文はあるんだよ。そしたら NASA から特別な記念品が送られてきたんだよ。こいつがオイラが天才である証明だ。と言って、NASA のね、アポロコップっていうね、何ですかね、タンブラー、それをドヤ顔でね、見せつけてるんですけど、アポロコップ、タンブラーみたいなね、それをドヤ顔で見せつけてるんですけど、それは記念品じゃなくて、大量生産の NASA のお土産の市販品ですけどね、まあ日本の大学に提出した、日本語の論文をダグラス・トランブルが読むんですか？科学の専門家でもない NASA につてがあるだけのダグラス・トランブルさんね、なぜ論文を持っていくんですかで、その日本語の論文を、NASA の人も読むんですかっていうね。まあそもそも突っ込みどころはたくさんありすぎるんですけど、はい。で、じゃあ NASA に論文があるかどうかも調べますってなってね、このチャンネルはね、調べられたんですよっていうことですけど、このチャンネルっていうかだいぶ前の話ですけど、はい。
であなたの名義の記録は当然ないし、ダグラス・トランブルで調べてもそんな記録の論文もありませんとなったんですけど、その YouTuber はねそう言ってるのに、またけじめもなくだんまりなんですけど、でその YouTuber の言うにはそのダグラス・トランブルさんにお世話になったんですよね。お世話になったって話をしたのに、2022年に、ダグラス・トランブルさん亡くなってますけど、その YouTuber はそれに全然触れないんですよ。人の名前を使ってね、嘘をつこうとするやつなんては、まあ大体こんなもんなんですよ。はい。で、本題ですけど、ダグラス・トランブルさんは、2001年宇宙の旅のね、撮影中、キューブリックの完璧主義に嫌気がさして、もう二度とキューブリックとは仕事をしないとは決めてたそうです。でも、撮影当時はキューブリックを嫌いまでではなかったそうですが、アカデミー賞の最優秀特殊効果の監督賞を、まあ、アカデミー賞受賞したんですけど、その賞を。で、キューブリックが受賞したのが気に食わないと、ダグラス・トランブルさんは。はい。で、まあ、ノミネートにね、こう限りがあるので、まあ、それは仕方ないっていうことでね、まあ、考慮しても、その後にキューブリックがスタッフの名前を出さずに、自分の手柄のように振る舞っているのが許せないと。はい。そう、ダグラス・トランブルさんも、キューブリックが嫌いになったんです。はい。じゃあ続きいきましょう。でですね、それフォームランさんですよ。ボンボンボン。卒業できない論文。どういうそんな論文、経済学部なのに、何ですかね、わけのわからない論文を書いて、通るわけないよねって。こんばんは。ありがとうございます。ありがとう。ひらみさん、こんばんはです。キューブリックさんは付き合いが長くなると嫌いになる。多分一緒に仕事しちゃダメな人なんですよ。Behind which Trumbull put colorful, transparent images of microscopic photos, magazine clippings, and artwork, which moved back and forth as the camera zoomed in and out, filming a long exposure. The psychedelic stretching effect that resulted was later used in the Doctor Who title sequences, Star Trek's jump to warp speed, and even inspired the design of the Tesseract from Interstellar. 2001 was also an early pioneer of the front projection technique. A precursor to green screen, the technique enabled Kubrick to film the opening sequence on a soundstage using footage from Africa. In front projection, filmmakers project an image onto a two-way mirror, which reflects the image onto a screen made of Scotchlite, a reflective material also used to make movie screens. This wasn't actually the first film to use the technique, but 2001 certainly raised its profile. The technique really entered the mainstream a decade later when filmmakers used it to make Christopher Reeve's Superman fly. In recent years, CGI has largely replaced the method, but it's still occasionally used. The filmmakers of 2013's Oblivion used front projection to avoid the need for tedious green screen edits and to light the actors more accurately. Kubrick's attention to detail and the ingenuity of his special effects supervisors made a huge impact on the filmmakers that followed him, and the techniques they invented are still used today, or at least mimicked in digital form. And remarkably, the filmmaking breakthroughs of Kubrick and his team have aged just as well as everything else in his accurate depiction of outer space. Well, maybe not everything. はい、終わりました。よ。はい、ここまでは、2001年宇宙の旅のご紹介でしたが、ここからは陰謀論です。はい。まず、アポロ計画陰謀論というのがあります。つまり、アポロの宇宙船は月に行ってない、または月に着陸してないという話の陰謀論です。このアポロで、人類が月に行ってない説を信じる人は、アメリカでは約 10%、世界の他の国では約 25% がそう思っています。月に行ってないだろって、それ結構っていうか、まあ普通かな。この割合はニュースやアポロの陰謀論が流行ったりするとこれ、まあ、前後しますが、このケースだと 2,3 割が疑ったり反対するのは割合としてはまあ正常だと思われます。はい。まあ、2、3、まあ、7対3みたいな、8対2みたいな。まあ、情報源が NASA の一つしかないからなんですけど、
あとアポロ計画での宇宙人やね UFO の情報を NASA が隠してる説も、アポロ陰謀論なんですが、今回はそれは割愛させていただきます。はい、ちょっと話が毛色が違うってことで、はい。でですね、当時から存在するんですが、キリスト教根本主義の一派であるフラットアース教会から、捏造だ、聖書の内容と違うみたいな話はね、これすぐにあったんですけど、これ陰謀論っていうかクレームなんで、アポロ11号の月面着陸、これは当初からあります。ですが、数は少ないので、それはなんですかね、反対がありましたみたいなことには数には含めずってことですね。フラットアースなんでね。はい。まず1976年、にですね、ビル・ケイシングがアポロ陰謀論を自費出版します。この1976年っていうのはポイントですよ。ビル・ケイシングっていう人は、学もなくエンジニアでもないが、アポロ計画のサタンロケットの、エンジンを作っているロケット団員社の広報をしてたので、内部情報は知っているとして陰謀論を語ってるんですが、じゃあなんで誰もビル・ケイシングに、なんですか、ロケット団員の人とか追随しなかったんでしょうか。彼が言ってるだけでしたけどみたいな、はい、彼の理解が足りてなかっただけなんではないでしょうか。はい、理解が足りてないから陰謀論もね、後々意見がね2点3点しちゃうんですけど、はい。で、次かな。ちょっと待ってくださいよ。ここでアポロ陰謀論がありえない理由をね、ちょっと先にいいですけど説明しますね。まず今言ったように具体的な陰謀論が出るまでに7年かかってます。なぜ7年なぜ7年ってことですけど、これアポロ宇宙船が月に行ってない場合は、それに真っ先に気づいて指摘してすぐに証拠のようなものが出せるのは当時の宇宙開発の競争相手であるソ連です。ソ連の衛星はこれいくつも飛んでいます、すでにね。でアポロ月面着陸の世界放送はソ連も含んでいます。ソ連でもテレビで放送されているんですよ。でそのソ連がずっと沈黙しているんですよ。これはかなりの信憑性なんです。ちなみにアポロの宇宙船がちゃんと月に向かっていってちゃんと月面着陸した、これは事実なんですけど、その場合でも、ソ連はね、ちゃんと言ってんのにソ連は捏造だとかインチキだっていう風にね、そのように言った可能性はありましたし、そっちの方がソ連としてはずっと簡単ですよね。アメリカはインチキだと。でもその場合はですね、ソ連はもう宇宙開発を諦めた、アメリカに追いつくのを諦めたという場合に限りますね。ソ連がそういうこと言い出したら、でですね、つまりソ連がずっと沈黙してたのはアポロ計画の月面着陸が事実であることを知った上、分かった上でまだアメリカに追いつくつもりがあったっていうことなんですよ。はい。で次、でアポロ計画が捏造だった場合、30万から40万人の口を塞がねばならない。それで秘密を守るのは難しい。はい。ただ作業は細分化されているはずだから、全体を把握するのはもっと少ない人数で良いという意見はありますが、前例のないアポロ計画の場合は細分化された作業の場合でも全体を把握認識してその一部を作っているという認識は多くの人に必要で、しかも全体や計画云々ではなく、作って準備していること、もしくは準備してない、そういうことは口が塞げないですよね。はい、そういう話なんですよ。だから月に向かって飛んでいったは少なくとも事実じゃないんですかっていうね。はい。で次、アポロ計画が捏造だった場合、6回も月に行かないです。捏造だったら1回行って念押しでもう1回、もしくはバレそうになってもう1回みたいなね。2、3回ぐらいが妥当です。はい。で実際もですね、3回目はアメリカ国民も関心が低くなるし、アポロ計画の予算も莫大ですので、
まあ3回目ぐらいで中止しろっていう意見もあった中で、つまり2回か3回でやめれた中で6回月に行ってます。実はやめれたんですよ、3回ぐらいで。でこの、6回は、上の項目の6回もねだから30万から40万人を6回これ口を塞ぐんですかっていう話でもあるんですよ。はい。でここで言っときますが、地球平面説、フラットアース説を信じている人が、微妙にいるのは、割合的に全然自然なことで別にいていいんですけど、ここで言っているのはアポロ計画、派生を言えばロケット、人工衛星、GPS、それと航空機、船、船舶、これらを含めると、地球平面説フラットアースの場合、口を塞がなくてはならない人たちは世界中で数百万人では済まないですよね、数千万人になるんじゃないですかみたいなね、それらの人たちに対し侮辱になる可能性がありますので、地球平面説フラットアースの話はここではやめてくださいね、このチャンネルではやめてくださいねっていうね。はい。では次ですが、アポロ計画で、月に設置した、レーザー反射機があり、地球からのレーザーを反射して、月との距離を正確に測ることがこれできます。はい。だから置いてありますよ、行きましたよっていう証拠みたいなことですけど、では次、2009年にアメリカ NASA は月に探査衛星を送り、アポロ計画の痕跡の証明写真を順次公開している。NASA の単一情報というのが陰謀論の発端でもあるので、陰謀論者にとってはあんまり興味がないというか意味がないんですが、で次、それ以前からですが他国も月に探査機を打ち上げています。当然 NASA の痕跡もね、その時に含まれてます、証明っていうかね。はいだから本当よってことなんだよね。はい。ちょっと待ってくださいね。月比較。オリーブさんこんばんはです。ありがとうございます。ちょっと待ってください。読みますよ。つぶらやさん、セットを逆逆さにして飛行機をワイヤーで釣ってカメラも逆さまにして、ありましたね。アメリカでいますね。はい。まあいますよ。多少はいますよ。それはね。それは健全ですよ。割とね。はい。だからですね、全員イエスマンみたいななんですか、誰か言ってましたけど、2、3割反対の人がいるの健全なんですよ。カルトじゃないんではい。まあ誰とは言いませんけど、はい。なぜ7年ワインの何ですかね、別に7年じゃなきゃいけなかったわけじゃないけど、すぐに言い返せなかったみたいなことですよね。はい。はい、こんばんはです。ありがとうございます。40万人の口封じ、めんどくさそうだ。はい、ですね。それとアポロの陰謀論でよく出てくる話とオープニングの説明もこれ一緒にしちゃいますが、月から地球を撮影した画像と2001年宇宙の旅での、映像ってかなり違いますよね。はい、2001年の地球って白すぎますよね。なんですか、ぼんやりしてるし、あとあと2001年での宇宙飛行士たちの2001年での宇宙飛行士たちの月での動きは全体に演技なんでゆっくり動こうってしてますけど、月の重力は地球の6分の1で空気がありません。上下の動きは浮き上がってスローになりますが、横の動きはむしろ地上より速くなります。この辺はだいぶ勘違いされている方が多いと思うんですけど、で空気がないので2001年の映像のように宇宙船の着陸時に塵が舞いません。はい。だから映像を見てNASA は頼まないかな。はい。2001年のね、以外の陰謀論でもアポロの着陸時の、衝撃でも砂が舞わないからおかしいとか、ありましたが、月の砂は今までほとんど動いたことがないので、地球の砂のように角が丸くないですし、砂なのに地面は少し硬めです。動いたことがないので、そういうことなんですよ。でそれとアメリカ国旗が風でなびいているとか、月面の影の向きがおかしいとか、
写真に星がないとか、こういうことの説明はウィキペディアのアポロ計画陰謀論に、アポロ計画陰謀論っていうねウィキペディアにあるんですよ。でそこに詳しく載ってますので、その細かいねそちらでお調べください。もはやこれイチャモンのごとくで本当キリがないんですよ。ものすごい数があるんですよ。大体どっかね地球と比べておかしいって言ってる思い込みイチャモンなんですけど、はい、まあつまりアポロ計画陰謀論はまああってもいいですけど、月に行ってないはちょっと言い過ぎかなとは思います。はい。で次ですね。ちょっと待ってくださいね。これかな。次にカプリコン1ですね。この表で言うとカプリコン1。NASA が火星着陸を捏造する内容でイギリステレビエイプリル、違うわ。これ次か。カプリコン1行こう。はい。これ、あれだ。音入れなかったんだ。この映像は皆さんこれ見たことありますかね。これフィクション映画なんですよ。はい。このシーンだけ陰謀論とかで切り取られて皆さんこれ知ってたりするんじゃないんですかね。はい。なんかさ、教えて Google 先生。はい。さすがにね、動画で全部、でも、それの特集はできるかもしれない。それの特集の配信はできるかもしれないけど、そのぐらいの量がありますよ。はい。でですね、はい。イギリスの、今のはカプリコン1ですよね。で、これ、次ですね。イギリスのエイプリルフール向けの番組っていうのも、まあ、同じ年にありまして、米ソと NASA の陰謀論、これはイギリス以外の国でもいろいろこれ使われたんですけど、この映像が。でも、イギリスのブラックジョークは、他国で伝わりますかね。エイプリルフールって何みたいな時代だと思うんですけど、ね、そういう国もあるし、でそれをエイプリルフールじゃない日に、ね、他の国で放送して、それは冗談として伝わりますかねっていう。はい。で、このカプリコン1や、イギリスのテレビの影響なのか、それ以降アポロ陰謀論はこれぐっと数が、この年以降ぐっと数が増えたんですよ。はい。で、ニュースで取り上げられたりも、まあ、その後してますので、まあ、いろいろ割愛しますけど、全部紹介できないので、はい。で、これかな。1980年、フラットアース協会、最初から文句言ってたフラットアース協会が、はい、キューブリックのハリウッド撮影説がここでね、出ました。はい。お分かりだと思いますが、これ本当に単なる陰謀論で、この時点ではね、何の根拠もないんですよ。ですが、後々キューブリック撮影説がこれ、だんだん噂になって、何の力なのか知らないですけど、噂になって、はい、もちろん俺はフラットアース協会が言い始めたってことは知らなかったんですよ。知りませんでしたが、確かに、俺最初それ聞いた時に、確かにそれあり得るなっては、俺も思っちゃったんですよ。はい。さすがに月に行ってないとまでは思いませんでしたけど、アポロ11号の計画が失敗した場合とか、うまくいかなかった場合に備えて、映像の捏造とか、まあそういうことを考える、そういう考え方をする人は、アメリカ政府内には微妙にいたんでしょうし、予算そこそこでね、それを秘密裏にできる予算で、それなりの捏造映像を依頼できたっていう状況がね、あったじゃないですか。当時2001年宇宙の旅を撮影中のキューブリックに、依頼するっていう話。実際にキューブリックの捏造映像が使われたかどうかは、それは別として、控えとしてのキューブリックのアポロ月面着陸捏造映像は存在したんじゃなかろうかと俺はちょっと思っちゃったりもしたんですけど、はい。でですね、ちょっと読みましょうかね。知らないカプリコはい、キューブリック撮影説ざわざわ死人に口なしはいはい、そうですね。はい。でですね、映像いきましょう。どれだったら、あ、これだ。はい。We
We decided on new spacesuits for the astronauts. We changed the shape of the rockets. We redid all the lighting. We added 100 more spotlights. We moved the launch pad so that the sun would be behind it at liftoff. The hypocrisy stretched to coating the rocket engines with gold leaf, even though it was of absolutely no use. It was most of all to show that it was all so expensive. And this was just for a little film, but it was going to be the most expensive film in the history of cinema. Et le 17 juillet 1969, le président des États-Unis, Richard Nixon, donne son feu vert au lancement d'Apollo 11, avec à son bord Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins. 2 milliards de spectateurs se préparent à assister au premier pas de l'homme sur la Lune. Guidance is internal. 11, 10, 9. Ignition sequence start. Oxidized tanks in the second and third stages now have pressurized. Neil Armstrong reported we know it will be a good flight. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Michael Collins ne se remit jamais d'avoir été le seul des 3 astronautes à n'avoir pas pu marcher sur la Lune. Il disparut à tout jamais. Neil Armstrong, déboussolé par cette soudaine notoriété, se retira dans un monastère. David Bowman était au centre spatial de Houston le fameux soir des premiers pas sur la Lune. Chargé des transmissions, il était en contact radio permanent avec Armstrong et Aldrin. Aujourd'hui, à moitié aveugle à la suite d'une erreur de manipulation, il se souvient d'Armstrong. They gave him the script the day before in a sealed envelope. That famous phrase that he would say when he landed on the moon. He read the script in front of us. One small step for man, one great leap for mankind. He looked up and said, "Who wrote that crap?" His jokes before liftoff. Just great. He asked us where the duty-free shop was, what the in-flight movie was, if he was in the smoking section, if he could have a window seat at the back, could he have a kosher meal? He had his car radio under one arm. He was scared someone would steal it from the NASA parking lot. On the moon, it was worse. The few words he exchanged with Aldrin while they collected the samples are incredible. So when I got to the cafeteria, ミスターさんこんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。 I gotta charge you $2 extra. $2 extra for a handful of beans. Can you believe it? How about that? Vectoring 33 Apollo altitude. He forgot completely that there were 200 of us sitting in the mission station, hearing every word they said. You see, with Betty, it's comfortable, it's secure, but with Samantha, it's the unknown. It's like an adventure. We're coming here loud and clear. C'est juste après le retour triomphal des 3 astronautes et la période de quarantaine, suivi attentivement par le président Richard Nixon, que Buzz Aldrin, le deuxième homme à avoir marché sur la Lune, sombre dans une soudaine dépression, sans raison apparente. 止まっちゃいました。ニールさん、はい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 。止まっちゃいました。これはですね、ストリームバイオレーションで著作権に引っかかってますね。はいはいはい。あれ、何ですか、たくさんいろんなところで流れてるから問題ないと思ったんですけど。どうなんでしょうね。でも、警告はそう書いてあります。まあ、有名人がたくさん出てるからでしょうかね。ちょっとだけいじってあるので、引っかからない。もしかしてと思って、あれ、スピード変えてあるんですよ。これ、サスペンデッドになってますね。で、ポリシーバイオレーションなので、多分これ以上は。はい、動画は一応消しました。なので。はいはいはい。もうあれ以上は流さないことにしておきます。で、これは全体的なサスペンドなんでしょうかね。これだから戻ると思います。一度は OK なので。はいはい。どのタイミングがですね。そうだね。ストリームサスペンデッドだからね、今ね。はい。はい。多分動画だったら大丈夫だったんでしょうね。何かに引っかかるけど大丈夫みたいなことだったんですけど、ライブだと引っかかっちゃうんですよね。多分レギュレーションも変わったんでしょうね。きっと。はい。まあしょうがないですね。
ちょっと甘かった。復帰するまでちょっとしばらくあるんでしょうね。はい。ちょっと待ちましょう。待ちましょう。うん。ちょっと画面は見てますけど。これ全体的なクリップあ、戻りましたね。すいません。戻りました。戻りました。戻りました。はい。あ、すいません。あの動画だいぶ拡散されてる動画だったんで全然 OK だと思って使ったんですけど、ですね、あの動画は有名人があの後すごくたくさん出てくるんですよ。たくさん出てきてものすごい細かく切り抜いてて、なんですかね。ちょっと今説明しますね。皆さんすいません。ですね、あの動画は拡散されていて問題ないと思ったんですけど、やっぱりライブ配信の時は厳しくなるので、審査というかチェックがとりあえず止めちゃえみたいなことには なっちゃうので、おそらくあれ引っかからないんですよ。後でそのアーカイブ上がった時に、著作権引っかかってましたってならないんですけど、とりあえず止めちゃえってことはよくあるよく起こっちゃうので、ああいうことああいう動画をいじってるとすいません。はいなので継続して続きはちょっと流せないんですけど、動画自体は概要欄にありますので、はいちょっと今その動画の内容だけちょっと説明しますね。映像はですね、オペレーションムーンと言いまして、英語版はダークサイドオブザムーン。でも流したいんだよな。っていうか、ちょっと待ってくださいね。最後の方に、これちょっと流すだけで、まずいのかな。ちょっと待ってくださいね。まずい。ちょっと待ってくださいね。まず止めて、よいしょ。ここまでいけば大丈夫かな。これで説明がしやすいと思うんですけどですね、オペレーションムーン、英語版はダークサイドオブザムーン、これは、ウォーターゲート事件、あれなんですよ。インタビューでたくさん人が出てきて、ニクソン大統領の時の、なんですかね、ウォーターゲート事件に対する政府高官のすげえ有名人ですよ。なんですか、誰でしたっけ？ちょっと名前が出てこないんですけど、誰でしたっけ？ものすごい有名人が出てくるじゃないですか、政府高官たちの。キッシンジャーとか。はい。あと誰でしたっけ？名前が出てこないですけど、それらを細かく切り抜いている。細かく切り抜いて全員有名人なんですけど、全員じゃないか。その全員じゃなくて、それに、映画関係者たちに2001年のね、なんですか、2001年の映画関係者たちに2001年の曖昧の質問をした際のインタビューの切り抜き。はい。切り抜きと、それプラスで、そこにお前誰なんだよっていうねお前は一体誰なんだっていう役者っていうね、秘書っていうのが出てくるんですけど、そのインタビューを混ぜるんですよ。はい。それ混ぜて、それと実際の映像とよくあるね、アポロインボールをこれ混ぜるんですよ。はい。これによってアポロ月面着陸はキューブリックが撮影したっていうね、ドキュメンタリー風の映像が出来上がりますすごい真実味のあるですね、だからこのちょっと何ですか、止まっちゃいましたけど、この映像がすごく真実味のある感じに仕上がってますけど、要はね、インタビューをすごく細かく切り抜いてるっていうのがポイントなんですよ。すごく、要人さんたちは実ははっきりしたことこれっぽっちも答えてないんですよ。役者がなんかはっきりしたことを言って、要人がそうだ言ってるみたいなのを、合わせてなんか信憑性を持たしてるだけのことなんですよそうですよ。誠さん、よく出前屋がね根拠にしてるモキュメンタリーなんですけど、
要人をあれウォーターゲート事件なんで彼らが喋ってるのはウォーター事件のことを喋ってるんですよちょっと読みますね。すいませんね。そうここ続きは流せなくてすいません。はい。キッシンジャーわかります総理じゃないですからねそのキッシンジャーじゃないので、昔のね、今まだご存命ですけど、はいはい当時 FBI で、副長官であったマーク、そう、ディープスロットであったってことが公表。はい。そう、それはそれでまた別でね、陰謀論があったりするんですけど、はい。で、これによってアポロ月面着陸、これはいいのかな。で、細かい、切り抜きの、でっち上げだってすぐわかりますが、俺見ててもうゲラゲラ笑ってたんで、これすごいと思って、でっち上げ方がすごいと思って、これも日本をね、含むいろいろな国のテレビで放送されたみたいなんです。はい。で、次ですけど、次。2015年ちょっと有名になったやつなんですけど、これは2015年に YouTube にアップされて話題になったんですが、この、動画のチャンネルがアカウント停止になっているので、今は見れません。で、俺もその映像ちょっと手に入らなかったんですけど、動画のこれ前提はスタンリー・キューブリックが、自分の死後15年してから人亡くなったのは1999年なんで、その15年後の2015年に公開しましたっていう15年してから動画を公開してくれと、ということで無名のこのインタビューしてるのが無名の映像編集者がスタンリー・キューブリックにインタビューをしているっていうこれ動画なんです。はい。ですね。長いので語った内容をこれ抜粋しますが、私はアメリカ国民に対して巨大な嘘を与えたことをしてしまったのだ。それにはアメリカ合衆国政府と NASA が関与しているが、月面着陸は捏造だったのだ。すべてだ。月面着陸はすべて捏造されたもので、そしてそれを行った人物こそ私だということだ。それとですね。まあ、簡潔に言ってしまえば、基本的に私は買収されたんだ。単なるクソワイドだったんだ。という感じです。はい。まあもうちょっと長いですけど、はい、インタビューは。で、スタンリー・キューブリックさんは、イギリスに住んでいましたが、出身はですね、ニューヨークなので、F ワード、ファッキンって言っていいんですけど、別に放送で。F ワードあんまり言わないそうですよ。はい。本当にっていうか偽物なんですけど、はい。言わねえよみたいな。でですね、こちらキューブリックさん、左側はキューブリックさん、死因は心臓発作で突然亡くなっており、キューブリックさんは亡くなるこれ6日前の写真なんですけど、で右側がインタビューの自称キューブリックですけど、ちょっと違うんですよね。なんかね、知らない人はこれ信じちゃうかもしれないし、キューブリックさんをね、知らない人は信じちゃうかもしれないし、一瞬そうかもぐらいのね、ちょっと似てるから一瞬そうかもぐらいの人は多かったと思いますが、はい、偽物です。はい、偽キューブリックです。はい。はい。今回のお話ね、まとめというか、まとめいきますけど、はい。ちょっと皆さん、これ気になった人いたのかもしれないですけど、全然似てないですよね。そう記事。はいはい。ファッキンは大丈夫ですよ。はい。ちゃんとファって言っても大丈夫ですからね。はい。はいはい。止めちゃダメですけどね、途中でね。はい。
で、こちらキューブリックさん、ね、これじゃないね、これじゃない。ちょっと待ってね。まとめ。アポロの宇宙船は月に行って着陸しましたけど、で、別に、微妙に陰謀論があってもこれいいんですけど、別に俺はいいと思ってるんですよ。それは健全だなと思ってますけど、こういうのって時間は証拠っていうのが大きなことなんですよね。まずアポロ計画中もその後数年もこれといった具体的な反対意見がなかったじゃないですか。これ時間が証拠みたいなことなんですけど、そして現在陰謀論は数あれど、アポロの関係者がほとんど亡くなっているね現在の状況で、これといった陰謀の証拠がない、なんか言ってるだけみたいなことが、捏造とかバレちゃってるようなこととか、はい、で逆に、アポロが月に行って月面着陸した証拠がね、他の国が行ってどんどん写真とか公開するので、NASA も言ってるしっていう、だからこれを踏まえてくださいねっていうことなんですよ。で今後は、これを踏まえましてただね、現在は YouTube あって、あとはね AI で簡単に捏造できるじゃないですか。なんですか、捏造映像皆さん作れますので今後はもっとクオリティの高いねフェイク画像や動画が予想されますが、騙されないでくださいねってことですよ。はい、これ最初がなかったっていうところの証拠は何でもそうなんですけど、初めのところを曲げないでねってことなんですよねっていう。はいはい。では今回のお話は以上になります。はい。ファーですよ。はい。倫理式じゃないですか。はい。月の石があったよね、万博。はい。なんかね、大月教授はね、それがなんかどこにでもある石だとか言ってなんですかね。月面着陸自体は否定してないけど、それは偽物みたいなことは言ってますよね、なんかね。フェイクですよ。あれフェイクだったんですよ、ミスターさん。はい。で、あれですね。あれですよ。で、この、何ですか、ツイッターの話をここでするのもなんですけど、ちょっとだけね、言いたいことがあって、俺どう返してるか分かんないんですけど、分かんないんで、ちょっと言いたいんですけど、ですね、ちょっと外国の方で俺にこう返信された方がいまして、なんだろう、月面には、ドイツの、基地があるんだと、月面の裏にはドイツの基地があるんだと、でですね、ドイツはですね、なんだろう、ヒトラーの話をしてんのか、なんか、映画じゃないって、これ本当なんだみたいなこと言ってるんですけど、何ですかね、宇宙船を打ち上げて、地球を一周すれば月に行くじゃないかって言ってるんですけど、地球をなんで一周すると月に行くんですかってキョトンとなっちゃったんですよ。そういう映画あるわけですよ。そういう陰謀論があるっていうか、何ですかね、V2 ロケットをうちのチャンネルでご紹介してるじゃないですか。 V2 ロケットは、飛距離が320キロで、あれ何ですかね、横に飛ばした時の飛距離の最大が320キロですけど、垂直の飛距離は200キロなんですよね。本当詳しく説明できちゃって陰謀論の方には申し訳ないんですけど、200キロなんですけど、200キロ飛ぶと宇宙に行ったとはギリギリ言えるわけですよ。はい。ただ衛星軌道に乗せるには300キロぐらいは必要で、300キロ飛ばないといけないんだけども、でも、衛星に乗せるにはさらに、飛ばさないといけないので、400キロぐらいいるわけですよね、衛星軌道に乗せるには。
そうすると、V2 ロケット200キロなんで、性能が倍ですよね。あとはもう一つ、付け出して言っておきますけど、V2 ロケットはまっすぐ飛ぶまっすぐ飛ぶ確率が 50% ぐらいですけど、はい、大丈夫なんですかねみたいな。まあ、宇宙専用に、まあ、V2 ロケットを改良して宇宙専用でまあ400キロ行けたとして、地球を一周するとなぜ月に行くんですかってなるんですよね。何ですか、多分、スイングバイを言いたいんだと思うんですよ。なんかスイング、なんですか、月をぐるっと月っていうかね、他の惑星を、こうくるって回ると加速するみたいなこうね、ニュースというかそういう説明をしている番組とかあったんだと思うんですけど、あれはですね、惑星をくるって回ってもそれ自体は別に加速はしないんですよ。惑星に近づいた時のその惑星の重力で加速するじゃないですか。でもその惑星から離れた時にその惑星の重力で減速するんですよ。つまりプラマイゼロなんですよ、それ自体は。くるっと回ること自体のなんですか、プラマイはゼロなんですよ。でもくるっと回って、宇宙船が加速させてるのは、惑星って動いてるじゃないですか。惑星って例えばぐるぐる回ってる、例えばね、太陽系だと、太陽の周りを惑星はぐるぐる回ってるじゃないですか。その回ってる方向の惑星の進行方向のパワーをいただいちゃうっていうのがぐるっと回りながらいただいちゃうっていうのがスイングバイなんですよ。なのでその人が言ってるぐるっと回れば月に行ける推進力が得られるみたいな説明をされると、キョトンとなるんですよ、こっちはね。なんで加速すんだみたいな。だから返信してないんですけど、俺どう答えたらいいか分かんないんですよね。なんでくるって言ったら月に行けるんですかって、ね、その推進力はスペースシャトルでもないんですけどみたいな。はい。すいません、ツイッターの話をここでしたら申し訳ないんですけど、なんかどう答えていいか分かんないんですよね。はい。くるっと回ると、遠くまで行くっていうなんか感覚的なことを言ってるんでしょうかみたいな。はい。はい。フラットアース、あれもねそれはね、どう答えたらいいんでしょうかね。はい。ちゃんと答えた方がいいのか、それ隠しようないじゃないですかっていうふうに答えた方がいいのか、ですよね。なんですかね。フラットアースじゃない証拠の方が多いですよね。で、あなたたちが言ってんのは、なんだろう。根拠っていうか、そういうことありましたよっていうか、一例を挙げて、証拠だって言ってますけど、それ論文出てないし、再現性あるんですかみたいなことはあるじゃないですか。で、みんなで何回も再現して、ああ、そうだねってなったら、事実認定になるんですけど、そういうことありましたって言ってるだけの話を証拠みたいに言われても、っていうか、もうこの話が事故だよなって肯定する話のがずっと多いから、この話が事故なんですよ。なんか相手しちゃってるのが事故みたいな。はい。もういいです。いやだから、フラットアースを語る人が 10% ぐらい、まあもうちょっと少ないと思うけど、別に 10% ぐらいいてもそれは自然なことかなぐらいのことですよ。はい。別にいいです。別にそんな大きな声では否定しないです。いていいですよぐらいのことです。はい。はい、アメリカのボイジャー2号が1980年海洋星などの、はい、惑星を探査した時に土星を使ってスイング。はい、そうです。はい。ぐるぐるワープ。はい。ね、ぐるっと行けば月に行けるって言われても、いかねね、それで人が乗るとまた大型にならないといけないんですよ、本当は。だから衛星軌道に、ナチスドイツは衛星軌道で衛星打ち上げられましたかっていうのがすでに難しい話なのに、なんだろう、衛星軌道に、人を送れますかはさらに難しくなるんですよ。さらに巨大化しないといけないので、さらに高性能化させないといけないので。
でしかも何度か実験もしないといけないのにそんな暇なかったよねっていうのV2 ロケットできたのは第二次世界大戦の終わり頃なのでなんだろう、まずすいませんね、専門的なこと言うとまず衛星を 2,3 回打ち上げて、軌道計算をしてさらに人が乗れるかどうかっていうのを、なんだろう、例えば、ソ連だと犬とかね別な感じで一回試してみたいなことをやらないといけないじゃないですか。で無理だよね、そんな時間ないもんね。 2,3 回打ち上げてしかも、さらに実験して人衛星軌道でも無理ですねっていうことですよ。はい、どうして月に行けるんだみたいな、はいはい、意味が分かんないです。はい、そういう陰謀論面白いねぐらいの話ならいいんですけど、はい、本当なんですよって何度も言われてもね、で違うって言ってもかぶせてくるんで違うってことを認めてくれないので、はい、きりないなと思うんですよね。はい、推進燃料を減らしさらにうまくすれば、速度アップできるスイングバイという大変便利な方法がある。はい、そうなんですよ。ワープとかすいませんね、上にちょっと読んでってるんで月面ドイツですよ。はい、計算してもらったらフラットアースですか天体の、運動と万有引力を利用し、ニールさんもう終わりですけど、大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい、大丈夫ですよ。フラットアースあんまり知りたくないですか？あれはもうはるか昔にケプラーとかコペルニクスがそれをもう否定して証明しましたもんね。はいどこ今更の話ですよね。あまりに肯定する何ですか、ここから肯定できますみたいな話があまりにもできるから、どっからすりゃいいぐらいの話になっちゃうからじゃないですか、あれって。フラットアースだったら多分 GPS はありえないでしょうね、きっと。はいそうですよね。あれも相対性理論が入ってるじゃないですかね。しかもはい、で南半球と北半球で見える星座が違うっていうのもありえない話なんで、はいはい、天体で見ると一番わかりやすいんです。ツイッター見てたらおかしく答えられるんですよ。これ違いますよこれ違いますよって言ってもかぶせてくるんで、新しいなんか陰謀論をどんどんかぶせてくるんできりないじゃないですか。これ分かりましたとか言ってくれるとなんか続けようかなって気になるんですけど、違いますよっていうことをちゃんと答えようかなとか思うんですけど、これは本当これは本当みたいなのをどんどんかぶせてくるからもういいですみたいなそういうことになりましたね。はい、日本の例では望みを当初の予定から外れた軌道、新幹線じゃないですからねっていうことですかね。違いますよね。はい、ありましたね。はい、軌道から火星へ到達させるため当初の予定にはなかった2度の地球水、そうです、スイングバイ結構ニュースになりますもんね。なりますね。でニュースね、ぐるっと回って加速してぐらいな説明するからみんな勘違いするんですよね。ぐるっと回っただけじゃないからねっていうそうなんですよ。それぐるっと回っただけだとプラマイゼロになっちゃうだけなんではい、そうだから力学的なこと言うと運動ベクトルなんですよね、これね。はい。もちろん難しいんで。軌道傾斜角の大きな軌道を反芻させたことがある。はい、飛行機で南極を見ると壁ではないはいそうどっから答えられないんじゃなくて、どっからあなたはどんなことてか何言っても多分、納得しなくて、何言っても何ですかね、証拠にならない詭弁をどんどんかぶせてくるから、話したくなくなっちゃう、それでいいですみたいなことになっちゃうんでね、そういう人たち先が見えてるじゃないですか間違いを一つ一つ認めてく、それをやらないとその後に喋ってることは全部詭弁になっていくので、別の話でどんどんずらされちゃうみたいな話になっちゃうんで、
そうですね。一つ一つ、なんですかね、片付けていきましょうでないと。はい。はい、皆さんで大丈夫ですか？大丈夫ですか？配信終わりますけど。はい。そう。肯定したくないけど答えると。そうなんですよ。なんか、けじめがないと次に行きたくなくな、なんかいろいろ今まで答えてることもあって、ダメだというのをだいぶ気づいてきたので、これ、なんですかね、相手の言ってることに単に答えてるんじゃなくて、けじめがないと、これ続けちゃダメなんだなっていうのが、もう何回かやったので、っていうことですよね。そうですね。はい。それで、地底人と巨人が何ですかね、それで面白いなんか話ができそうだったら、やるかもしれないです。地底人と巨人がいるの。ちょっと思いつかないですけど、ね、でもね、面白い話はありますよ。面白い話はあるけど、このチャンネルで全部面白い話で締めちゃうことはあんまないんで、最終的にそれを否定する話でまとめられるんだったらやるかもしれないですけど、はい。はい、陰謀論自体が面白いって話はたくさんありますよね。それは知ってます。別に陰謀論を否定してないので、俺はあっていいですよって思ってるので、はい。夢とロマンスだな。羽田からスカイツリー見てください。じゃあ、皆さん終わりますね。終わりますね。はい。何時間だろう。1時間半以内で行きましたかね。はい。ですね。では皆さん、ご視聴ありがとうございました。はい。ありがとうございました。台風の後なんで、後でいいのかな？もう通り過ぎましたか？まだ停滞してますか、台風は。ちょっと自分のところはもうだいぶ関係なくなっちゃったので分かんないんですけど、はい。お気をつけくださいね、皆さん。はい。誠さんもありがとうございます。今日来てくれてありがとうございます。ミスターさんもありがとうございます。はい。はい。皆さん、ね、ご視聴ありがとうございました。お気をつけてありがとうございます。終わります。はい。